はい、今日はですね、自律神経失調症の方に必ず現れる身体的な特徴と、改善のために当院がどのような施術方法を行っているのかという内容についてお話をさせていただきます。まずはですね、最初に自律神経失調症の方の身体的な特徴を見ていき、その特徴がどのように自律神経に影響を与えているのかというお話をさせていただきます。それからどのようにその影響から抜け出し、自律神経を改善し、正常な健康体に導いていけばよいのかといった内容についてお話をさせていただきます。まずは自律神経失調症の方の身体的な特徴として大きく分けて2つの特徴があります。これは自律神経失調症の方にほぼ 100% 当てはまることなので、ご自身の体に当てはめて考えていただければと思っております。まず1つ目の特徴として、左半身がひどく硬くなってしまっているということです。特に胃の裏と心臓の裏が硬くなってしまっています。2つ目の特徴として、首筋の異常な硬直です。まず1つ目の左半身のひどい硬直について詳しく見ていきたいと思います。本当に左半身がひどく硬くなってしまっているのかと疑問を感じている方は、うつ伏せに寝た状態で家族やパートナーに右と左とどちらの背中や胃の裏が高く盛り上がっているかを観察してもらってください。間違いなく左半身が高く盛り上がっているはずです。これは左半身が右半身よりもひどく硬くなってしまっているからです。筋肉が硬くなり膨らんでいるということになります。それではなぜ左半身だけが硬くなってしまうのかという疑問が湧くかと思いますが、これは内臓の位置が関係していて、胃と心臓が体の左にあることが原因です。胃は明らかに体の左側にあり、心臓も体のやや左側に位置しております。体の左側の硬直というのは、この胃の周辺と心臓の周辺が硬くなってしまっているということになります。まずは胃の周辺と心臓の周辺が硬くなって、その周辺の筋肉も硬くなることによって左半身全体が硬くなってしまっているということです。そして左半身が硬くなることで自律神経にどのような影響を与えるのかといった内容についてのお話をさせていただきたいと思いますが、そもそも自律神経失調症の方のほぼ 100% の方が左半身が硬くなってしまっているということを認識されていない方がほとんどだと思います。しかしこの事実は、私が整体の施術を20年間行い、その中で15年間自律神経失調症の方の施術を行うことで特に感じた紛れもない事実です。それではなぜ胃や心臓の周辺の筋肉が硬くなってしまうのかというと、ストレスが大きく関わっていると考えられます。ストレスというのは短時間での話ではなく、生まれてから現在の年齢に至るまでに感じ続けたストレスの総和になります。ストレスを感じると、人はそのストレスに対して逃避したり、ストレス源となるものを攻撃したりしますけれども、そのいずれかも不可能な場合にはその場にとどまり、筋肉を硬直させて呼吸を浅くさせることでストレスを感じにくくさせています。筋肉を硬くさせ呼吸を浅くしているわけですから、血管を締め付けている状態ですので、疲労物質を外に排出することが困難になり、筋肉内に老廃物が蓄積された状態が続きます。筋肉内に老廃物が蓄積された状態が長期間続くと、筋肉は硬くなってしまいます。1つ目の特徴は、体の左半身の硬直についてお話をさせていただきましたが、自律神経失調症の方に見られる2つ目の身体的な特徴として、首筋のひどい硬直があります。これらの2つの特徴がなぜ自律神経失調症の原因になっているのかといったお話をこれからさせていただこうと思っております。
体の左側、特に胃の裏側と心臓の裏側がストレスにより硬直することで影響を受けるのは呼吸が著しく浅くなるということです。正常な呼吸の状態が100点であるとするのであれば、当院に来店されるような方は30点から50点といった感じの呼吸になっています。このような極めて浅い呼吸が24時間続いているわけです。24時間起きている時も寝ている時も絶えず呼吸が浅くなっているということに注目する必要があります。呼吸は自律神経に最も大きく影響を与えますので、呼吸が浅くなることにより自律神経失調症となり、さまざまな症状が出てくることは当然のことと言えます。よくスポーツ選手などがここぞという時に一旦深呼吸を行ってから競技に向かうというシーンをよく見かけるかと思いますが、これは深呼吸をして脳に酸素を送り届けて自律神経のバランスを取るために行います。皆さんも緊張したりすると自然と深呼吸をしてから物事に挑もうとするということは日常生活でよく体験をすることなのではないかなというふうに思います。自律神経のバランスが乱れている方は常に呼吸が浅くなってしまっているわけですから、常に脳は酸素不足になってしまっているということになるわけです。しかも24時間常に脳は酸素不足になっているわけですから、自律神経の働きが正常に働くはずはありません。それではなぜ左半身の胃の裏や心臓周辺の筋肉が硬くなると呼吸が浅くなるのかといった理由をお話しさせていただきます。胃のすぐ近くには横隔膜があります。この横隔膜と肺の動きというのは連動しておりますので、横隔膜が動きづらくなると肺も膨らんだり縮んだりすることができなくなってしまいます。胃の周辺の筋肉が硬くなることにより横隔膜が動きづらくなり呼吸が浅くなってしまうということが一つ目の理由になります。さらにもう一つの理由は心臓周辺の筋肉がひどく硬直してしまっていることにより、肺が膨らもうとしても周りの硬直した筋肉で肺が膨らまないということが2つ目の理由です。呼吸が浅くなっている方は1つ目の胃の周辺の筋肉の硬直により横隔膜が動きづらくなっていることが原因の場合と、2つ目の肺の周辺の筋肉がひどく硬くなってしまって肺が膨らみづらくなっているという場合、それから2つの原因を合わせた複合的な理由による場合があります。ここまで左半身の硬直による呼吸への影響についてお話しさせていただきましたが、ここからは自律神経失調症の2つ目の原因となっている首筋の硬直による自律神経の影響についてお話しさせていただきます。首筋が硬くなることによりどのような影響があるのかというと、心臓から送り出される血液が首を通り頭部に流れているわけですから、当然首筋の硬直によりその血流が悪くなり頭部への血流が悪くなってしまうということになります。心臓から送り出された血液が頭部に至るまでには 100% 必ず首を通過しなければならないという物理的な事実から、首筋の硬直は頭部への血流障害の原因となります。頭部への血流が不足すると自律神経をコントロールしている脳への血流量も低下するということになり、脳の機能が低下し、結果として全身をコントロールしている自律神経の働きも低下してしまうということになります。脳は大量の酸素を必要として全体の 20% から 25% を消費しますが、酸素を蓄える予備の機能がありませんので、脳の酸素が途絶えるとたちまち影響を受けて脳の機能を十分に果たすことができなくなってしまいます。以上お話しさせていただきましたように、左半身の硬直により呼吸が著しく浅くなり、さらに首筋の異常な硬直で頭部への血流不足という2つの原因で脳は酸素不足となり、脳は本来の機能を果たすことができなくなってしまったという結果が
自律神経失調症ということになります。これまで自律神経失調症の方の身体的な特徴と、その身体的な特徴が自律神経にどのように影響を与えているのかというお話をさせていただきましたが、ここからは当院がどのように自律神経失調症を改善していっているのかといったお話をさせていただきます。当院ではこれまでお話しさせていただきましたように、自律神経失調症の方の身体的な特徴が胃の周辺と心臓周辺の筋肉の硬直であるということに注目して、この異常な筋肉の硬直を緩めることで深い呼吸を取り戻し、さらに首筋のひどい硬直を緩めることで新鮮な酸素を取り込んだ血液をスムーズに脳に送ることができるように施術を行っています。しかし、この胃の周辺や心臓の周辺やひどく硬直した首のこりは短期間で形成されたものではなくて、数十年の間に少しずつ蓄積され続けてきたものです。時間をかけて少しずつ形成されてきたこりというものは、短期間で形成されたこり質と違い、骨のように硬くなり、柔軟性が失われた骨のように硬くなってしまっています。長期にわたり血液が流れていなかった部位の筋肉は栄養が行き届いていないために筋肉の質が低下してしまっています。血流を妨げている部位は決して筋肉の表面ではなく、必ず筋肉の深層筋肉という骨格に近い部位になります。この部位を緩めなければ決して根本的に改善されることはなく、表面的な筋肉を緩めたとしても時間の経過とともに再度硬直してしまいます。いわゆる深層筋肉と言われる骨格に近い部位のこりになりますので、この深部のこりを緩めるためには極めて体力やテクニックが必要になります。この深層筋肉のひどいこりを無視して表面的なこりを緩めても一時的な効果が望めるだけで、再度ストレスが加わった時などには必ず再発してしまいます。根本的に自律神経のバランスを整えるためには、胃や心臓周辺の体の深部の硬直した筋肉を緩めて深い呼吸を取り戻すとともに、ひどい首こりも同様に深部のこりを緩めて脳への血流量を増やすことだと確信をしております。深層筋肉を緩めることが可能になれば、ダイナミックな血流の変化が起こり、必要な細胞、組織、臓器に血流が供給できるようになり、再度筋肉が硬直する可能性は著しく低くなります。自律神経失調症の原因を簡単に言いますと、ひどい筋肉の硬直による脳への血流障害で、脳への酸素や栄養不足により自律神経が正常に働かなくなったということになります。逆に胃や心臓周辺及び首筋の深層筋肉を緩めることにより、脳への酸素や栄養が行き渡り、自律神経が正常に働き始めて、体をしっかりとコントロールできるようになるということになります。当院ではこれまでお話をさせていただきました内容をベースに施術を行っておりますが、当院に来店できないような方で、少しでも自分で改善できる部分は自分で何とかしたいと思っていらっしゃる方もいるかと思います。そのような方に向けて、自分で改善させるためのメソッドを概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひとも参考にしていただければと思います。当チャンネルでは自律神経失調症やうつ病、パニック障害で悩まれている方へ向けて有益な情報を発信しておりますので、ぜひともチャンネル登録やいいねボタンをお願いいたします。またご質問などがございましたら、ぜひともコメントをお願いいたします。それでは今日はこれまでとさせていただきます。ありがとうございました。